園の福田と申します。よろしくお願いいたします。楽園はですね、もともとここ遊園地の跡地だったところに、昭和45年になりますが、神奈川県の大磯というところに、東京の三井財閥のご当主の別荘地があったんです。そこを名古屋鉄道が譲っていただけるということになって、そこにあった建物を、解体してこちらに犬山の地に移築したというのが始まりです。建物で、重要文化財の旧正殿院書院、それから国宝の茶室の上庵というのがあります。この2つの建物は小田浦夫妻といいまして、信長の実の弟がその晩年京都の正殿院というところに自分の隠居所として建てた建物です。これが巡り巡ってこの犬山の地に来ているというところ、そこを見ていただきたい。それとそれに合わせてここは移築の時にですね、いわゆる、路地って言いますか、茶庭に、堀口捨美という昭和の建築家が監修されて、作ったんで、この日本庭園って言いますか、この路地もぜひご覧いただきたいと思います。初案は、移築したものなんですけど、原案はですね、復元したお茶室です。これも宇楽のお茶室なんですけど、豊臣の時代ですね、大阪の天満、今の造幣局があるあたりです。そこにあったお茶室なんですけど、堀内先生、古い図面を自分でお持ちだったんですね。で、上庵を移築するんやったら、この大阪のこの茶室も一緒に建てたらどうだということで、ご提案があったんですけど、名鉄はですね、そんな気があんまりなかったようなんです。でも、堀内先生の熱意がですね、いやいや、もう上庵は国宝なので、いわゆる夏季現金でお茶会で使えないからお茶会用にどうだということで結構ご利用しで建てられたというようなお茶室で、その大阪の天満のお茶室があることによってですね、その宇楽の茶室に対する考え方っていうのもですね、大阪時代からその晩年の国宝の上庵に至るまで、なんとなくこうたどれるようなところがあります。内部は二畳半題名といいまして、利休さんの作った大安というのは有名なんですけど、二畳題名、それよりちょっと広めになっています。中の空間はですね、宇楽の集大成のお茶室だけあって、いろんな工夫があるんですけど、まずその男の脇の壁、がちょっと斜めになってまして、このラインがずっとにじり口に行ってて、簡単に言うとにじり口からパッと入りますと、お茶室がパッとこう広がりを見せるんですね。これがいわゆるその宇楽のなんて言いますか、マジックと申しますか、本来の大きさより広く見せる工夫がこう随所にありまして、その中の一つがそれ、もう一つがそのにじり口から見た時に一番最初に目に入る窓が割と高い位置にありまして、これ宇楽窓なんですけれど、右側の窓はそれに従ってだんだんと下がってきてるんですね。こういったところも中の奥行きをこう出すような工夫になってます。一番はそういったところで中に入ると非常にこうリラックスしたゆったりした気分になれる茶室だと思います。